今回は視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第9弾。誰でも砕け散った惑星に到達できる最新の攻略方法を、これまでご紹介できなかった上級者向けのテクニックもご紹介しながら完全解説します。今回はファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵がブルカヌスだけで掘削効率の無限研究を完結させる方法や、製造サイエンスパックの生産を始めると不足する石を流体を捨てる裏技で無限生産する方法や、バイターの卵を絶対に孵化させない生産性モジュール3の作り方を徹底解説します。いつものように息つく間もないスピードで解説しますので、今のうちにチャンネル登録と高評価できる方はハイプもお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、超高密度化学サイエンスパック工場。掘削効率の無限研究を進めるため、まずは有り余る電力を前提とした化学サイエンスパック工場を建設します。まず組み立て機を設置して生産性モジュールを入れて化学サイエンスパックにレシピ設定します。次に要求チェストとインサーターを設置し、組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックでコピーして、要求チェストをシフトキーを押しながら左クリックで貼り付ければ必要なアイテムがリクエスト設定されます。リクエストをしていないアイテムを破棄とバッファーチェストから取り寄せるにチェックを入れると化学サイエンスパックの生産が始まります。最後に搬出用のインサーターとバッファーチェストを設置すれば完成です。インサーターには化学サイエンスパック小なり32000と回路設定することで、32000個になったら生産をストップするようにしておきます。これで作りすぎを防止できます。またバッファーチェストの物流リクエストには化学サイエンスパック8800と指定することで、化学サイエンスパックを1箇所に保管されるようにしておきます。組み立て機1つでは毎分5個しか作れないので、丸ごとコピーしてV キーで反転させて貼り付けて、隙間に生産速度モジュールを入れたビーコンを設置し、さらにこれをコピーして H キーで反転させて貼り付けて、さらにこれをコピーして隣に貼り付ければ、全部で8台の化学サイエンスパック工場があっという間に出来上がります。ビーコンをこのようにレイアウトすると6台の組み立て機に効果を与えられるのでおすすめです。500台の蒸気タービンのおかげで3ギガワットの発電ができるので、上下にビーコンを設置して生産速度を加速させました。たったこれだけのスペースで生産速度は毎分221個です。要求チェストのアイテム要求量が足りないので、工場全体をシフトキーを押しながらコピーして材料要求のパラメーターを50個に変更して貼り付けます。これでエンジン、用途、発電基板の要求量が50個に増えるので、化学サイエンスパックを途切れることなく生産できるようになりました。チャプター2、毎分880個に用途エンジンの大増産。化学サイエンスパックの材料にはエンジンユニットと用がありますが、少し遠いので物流ロボットで運ぶには非効率です。なのでそれぞれ改築していきます。まずはエンジンユニット工場を元あった場所から切り取って移設します。ビーコンの効果もあって、これだけでエンジンユニットの生産量は毎分222個です。化学サイエンスパックを生産するのに十分な生産速度です。また充電速度を上げるためロボットステーションを追加で4台設置しました。次は溶工場です。まずプラスチック工場の一つをシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを硫黄に変更して貼り付けます。これによってプラスチック棒工場の設定がそのまま硫黄に変更されて引き継がれます。次に貯蔵タンク、化学プラント2台とインサーターを設置し、酸の中和と蒸気凝縮のレシピ設定をします。今回は
ちょうどいいレイアウトがあったのでそのままコピーして持ってきました。硫酸が足りなくなると工場全体が停電して再起不能となりますので、貯蔵タンクと化学プラントをレッドケーブルで接続し、硫酸、大なり2万と回路設定をしておきます。これで貯蔵タンクの硫酸が2万未満だと化学プラントが停止されます。そして化学プラントと硫酸のパイプラインを接続すると蒸気が生産され、水の生産が始まります。最後に低温プラントと化学プラントを地下パイプで接続すれば溶工場の完成です。低温プラント1台で毎分1000もの硫黄を生産できます。また生産性モジュール8個のおかげで生産ボーナスはプラス 48%、 貴重な石油資源を節約できます。硫黄を増産できたので化学サイエンスパック工場をコピーして全部で4セットになるように貼り付けました。あっという間の作業でしたが、これで化学サイエンスパックを毎分880個も作れます。電力と資源が豊富なブルカヌスだからこそなせる技です。チャプター3、驚異の毎分830回掘削効率の無限研究。それでは残りの物流サイエンスパックと自動化サイエンスパックの工場を作ります。まず化学サイエンスパック工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを物流サイエンスパックに変更して貼り付けます。次に組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックでコピーして、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定します。最後に全体をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを1050と変更して上下2セット貼り付ければ物流サイエンスパック工場の完成です。次は材料となるインサーターと搬送ベルト工場です。まず物流サイエンスパック工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターをインサーターに変更して貼り付けて要求チェストに物流リクエスト設定を行います。次に鋳造炉を設置しレシピ設定を搬送ベルトに変更し、インサーター工場のチェストとインサーターをシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを搬送ベルトに変更して貼り付けます。最後に要求チェストに物流リクエスト設定をしてコピーして H キーで反転させて貼り付ければ完成です。これだけで物流サイエンスパックを毎分900個も作れます。最後の自動化サイエンスパックは物流サイエンスパック工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを自動化サイエンスパック銅板と鉄の歯車に変更して貼り付ければ完成です。これで掘削効率の研究に必要な全てのサイエンスパックが揃ったので、研究所をずらっと貼り付け生産性モジュールを挿入し要求チェストとインサーターを設置し自動化物流科学と製造サイエンスパックの物流リクエスト設定をして生産速度モジュールを入れたビーコンをレイアウトしてこのようにコピーと貼り付けを繰り返せば掘削効率の研究が始まります。電力は余るほどあるので隙間はビーコンで埋め尽くし研究所をコピーして貼り付けて全部で4セットにしておきました。サイエンスパックに100個を要求するのは多すぎるので工場全体をコピーしてパラメーターを50に変更して貼り付けました。これで研究速度がナウビスだけの毎分140回から毎分970回に増えました。こんなに小さな工場なのに毎分830回も研究できています。ちなみに消費電力は2ギガワット以内です。電力にはまだまだ余裕があります。チャプター4、ロボット3000台が活躍、工場全体の最適化。研究所が建設できましたので掘削効率で研究の級を埋め尽くしておきました。ところで工場を俯瞰して見てみると最初に作った工場から物流ロボットが無駄に長い距離材料を運んでいます。ここで
古い工場を整理していきます。まずいらなくなったパイプ、鉄の歯車、鋼材と銅線の鋳造炉を解体します。建設ロボット3000台が出動するのでチェストのアイテムもあっという間に解体してくれます。次にタングステン材と大型掘削機の工場を移設します。これで古い工場全体がすっきりして物流ロボットの動線が短くなりました。ブルカヌスで作ったサイエンスパックはいずれナウビスに運び出しますので、軽量化素材の工場もコンパクトにまとめます。まず軽量化素材にレシピ設定した鋳造炉を向かい合わせに設置しパイプでつなぎます。次に要求チェストとインサーターを2つずつコピペしてバッファーチェストとインサーターもコピペします。最後にパイプで溶融鉄を引き込んで地下パイプで溶融銅を引き込むと軽量化素材の生産が始まります。物流ロボットの動線が短くなるようロケットサイロも工場の右下部分に移設します。今後同時にたくさんのアイテムを他の惑星に運び出すので全部で32台のロケットサイロを設置しました。古い工場を撤去したので新しい工場の溶融鉄が不足してしまいました。そこで溶融鉄の鋳造炉に生産速度モジュールを入れたビーコンをずらっと設置して溶融鉄の生産速度を上げつつ生産過剰となっていた鉄の歯車と鉄筋の鋳造炉は生産性モジュールに差し替えました。それでもまだ線路の生産に必要な鋼材の生産量が不足しています。これは鋼材生産性を研究することで解決します。レベル6まで研究の9に入れておきました。ナウビスと合わせて毎分薬船の研究を進められるので20分程度で研究を完了させられます。チャプター5、石を無限生産、液体捨て増君。ところでブルカヌスの生産が安定してきて製造サイエンスパックの生産の比重が大きくなったり鋼材生産性や軽量化素材生産性などの無限研究が進んでくるとこのように少しずつ消費量が生産量を上回り始めて最後には石が足りなくなります。そこでちょっとした回路を設定して流体を捨てることで石だけを量産する液体捨て増君の出番です。まず溶融鉄の工場をコピーして不要なものを除外して全部で5セット貼り付けて搬送ベルトを延伸します。次にパイプラインを敷設してインサーターとチェストを解体して条件回路を設置しレッドケーブルで算術回路の入力側と出力側、算術回路の出力側と鋳造炉をそれぞれつなぎます。最後に鋳造炉にはレシピを設定と読み込むにチェックを入れ算術回路の条件側に溶融鉄イコール0、出力側に大型掘削機と1のラジオボタンを選択すれば完成です。鋳造炉に投入された溶融鉄がレシピが切り替わった瞬間に消えるので絶え間なく石を生産できるようになります。溶融鉄の消費量が足りない時は液体捨て増君を複数台設置すれば解決です。ちなみに鋼塊石1つあたり15個の石を生産できますが生産性モジュールを入れれば鋼塊石の消費量を減らせます。インサーターには石、小なり、線と設定しておきます。この方法による石の生産は溶融鉄を無駄にしてしまうのでこの回路設定で石が足りない時にだけ動くようになります。この液体捨て増君他にもいろいろ使えそうなのですがもし別の使い方をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えてください。チャプター6、ナウビス大改造、グリッド網の構築。これで掘削効率の研究を進める基礎ができたので次は砕け散った惑星に行くための1つ目のゴール、圧倒的な生産速度でアイテム生産をできるようにするため生産性モジュール3を生産できるようナウビスを整備します。まずは
ブルカヌスのように広域電柱とロボットステーションを網の目のようにグリッド上に張り巡らせていきます。まず右下のロボットステーションを一つだけ残して電柱とロボットステーションを解体します。このように取り残されてしまう建設ロボットもいますが、後で設置するロボットステーションに回収されますので気にせずそのままにしておきます。次にリモートビューをブルカヌスに切り替え、ロボットステーションと広域電柱をシフトキーを押しながらコピーしてマス目に対し自動調整すると相対的な自動調整にチェックを入れ、グリッドサイズはそれぞれ32、グリッド位置はそれぞれ2と入力してブループリントを作ります。最後にリモートビューをナウビスに切り替えて残した右下のロボットステーションを起点としてシフトキーと左クリックを押しながらマウスをドラッグすればこのように一点にグリッドが出来上がります。ロボットステーションに蓄電された電気でしばらくはマップが表示されたままになっています。なのでこのブループリント作成と貼り付けを慌ててやる必要はありません。ナウビスには建設ロボットが2000台もいましたのでこんなに広いスペースでしたが、あっという間に広域電柱のグリッドが出来上がりました。電柱を解体するときにレーダーと長距離砲を一緒に解体してしまったので改めて貼り付けておきました。広域電柱の対角線上にぴったりきれいに並べられました。またこの後工場の拡大に合わせてファイターやスピッターたちの襲撃が過激になるので地雷の壁を2列追加しておきます。ベヒーモススピッターの射程は16なのでロボットステーションのオレンジの25マスの内側に地雷を置いておけば攻撃を受けることはほとんどありません。チャプター7、回路で負荷防止生産性モジュール3工場。それでは生産性モジュール3の工場を作っていきます。まずブルカヌスから生産速度モジュール3を200個、フルゴラから電磁プラントを輸入します。後で使うので大型掘削機と鋳造炉も一緒に輸入しておきます。次に生産性が低い組み立て機のモジュール工場は解体し、ブルカヌスの生産性モジュール工場をコピーして貼り付けます。序盤で確保したバイターの巣が野生に戻っていたので捕獲されたバイターの巣に戻します。ちなみにバイターの巣を安全に確保する方法については概要欄の動画で解説しています。まずインサーターと要求チェストを設置し、バッファーチェストから取り寄せるにチェックを入れて物流リクエストにバイオ有材100個をセットします。リクエストをしていないアイテムを破棄にチェックを入れるとバイオ有材が腐敗物に変質しても自動で廃棄スロットに送り込まれるので便利です。そしてバッファーチェストを設置し、リクエストをしていないアイテムを破棄にチェックを入れ、インサーターを設置してフィルターに腐敗物をセットします。次にロケットタレットをゴーストで設置して捕獲ロボットロケットを左クリックし、弾薬スロットに左クリックで投入します。しばらく待つと建設ロボットが弾薬を持ってきてバイターの巣が捕獲されます。最後は生産性モジュール3の工場を作ります。まずパイプを1つ解体し、インサーターと電磁プラントを設置し、レシピ設定を生産性モジュール3に変更します。次に要求チェストに物流リクエスト設定を行います。材料切れを防ぐため要求量をそれぞれ200に変更します。このままだと電磁プラントの古い卵の変質が進んで卵が返ってしまうので、インサーターと電磁プラントをレッドケーブルで接続し、電磁プラントの読み込むにチェックを入れ、インサーターのスタックサイズを1に変更し、バイターの卵小なり1と変更すれば回路設定は完成です。これで電磁プラントのバイターの卵はいつも生産中の一つだけとなり、必要な時だけ新鮮なバイターの卵が挿入されるので不
化する可能性がぐっと下がります。ちなみにバイターの卵は巣から取り出すと変質が始まるので、巣から取り出さなければ孵化しません。必要な時に必要なだけ取り出すのが卵管理のポイントです。生産性モジュール3はこの後もたくさん使うので、コピーして貼り付けて2セット作っておきました。また万が一バイターの卵が帰ってしまうといけないので、ガンタレットをゴーストで設置し、弾薬スロットに貫通弾薬をセットし、これをコピーして貼り付けて並べておきました。ガンタレットは電気なしで動くので、玉込めをしておけば万が一の停電の時にも安心です。次回は3ギガワット級の巨大な原子力発電所を建設し、グルカヌスのように鋳造炉でサイエンスパックを作る工場を瞬間的に建設して、バイオ研究所100台で掘削効率の無限研究を加速させます。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。